ございます。つるつるテミンです。現在朝の10時20分。本日はプサン2日目の様子をお届けします。まずは11時出発の海辺列車に乗るために、ホテルから海沿いを20分ほど歩きながらミポ駅に向かっています。ヘウンデブルーラインパークのミポ駅に到着しました。私は前日の深夜に公式のホームページから予約をしましたが、日本語、英語、韓国語が選択できました。ちなみに当日券は券売機や窓口でも購入はできますが、人気もあってすぐに売り切れる場合もあるので、事前の予約をおすすめします。順番に待合室に案内をされますが、並んでいる方を見ると比較的韓国人の方が多いような気がします。海辺列車の座席はこんな感じです。自由席になるので空いてるスペースに座る形です。それでは終点のソンジョン駅まで片道25分の旅を楽しみます。ソンジョン駅に到着しました。私は終点まで降りずに来ましたが、途中の停留所、タリットル展望台などフォトスポットもたくさんあります。それではソンジョン駅から徒歩1分のソンジョン海水浴場に向かいます。サーフィンの聖地としても知られるソンジョン海水浴場は、都会の喧騒から離れた静かなビーチです。私が行った時はヘウンディビーチよりも人が少なくて、思う存分海を楽しめました。
き通るほどの美しい海を存分に眺めた後は、こちらの素敵なカフェで少し休憩をしようと思います。オーダーをする1階の雰囲気はこんな感じです。まるで海の上に浮かんでいるようなこちらのカフェは、3階建てに加えて屋上ではテラス席も楽しめます。ひとまず2階を見てからスタッフさんのおすすめの屋上に上がります。屋上のテラス席にやってきました。心地いい風と太陽の光が海に反射してキラキラと輝く美しい空間。コーヒーも美味しくて、誰もいない私だけの時間は嫌なことも忘れるぐらい穏やかなひとときを過ごせました。ゆっくり休憩もできたので、次の場所へ向かいます。ちなみに海沿いにはスターバックスをはじめおしゃれなカフェが並んでいます。それではソンジョン駅からタクシーに乗ってヘドンヨン郡サに向かいます。今向かっているヘドンヨン郡サは海の岩場に建てられた珍しいお寺です。タクシーで約10分、料金は6500ウォンでした。ヘドンヨン郡サに到着しました。無事に到着はしたものの、下調べをせずに来てしまったことで入り口がわからずあたふたしています。テンパった状態で前を歩く人についていくと、それらしき入り口を見つけたんですが、これが間違っていたんですよね。今歩いてる道は
ツアーバスなどの駐車場に続いているようです。この間違った生き方、このまま少しお付き合いください。私はここが入り口だと思って入っていったんですが、険しい山道が待っていました。誰ともすれ違うこともなく、ここでさらにテンパってしまいます。そして山道を抜けてなんとかここにたどり着いたんですが、進む方向を間違ってしまいます。本当はここが入り口になるんですが、そういえば入り口には十二支の石像が並んでいたなぁと思って、この先に入り口があるんだと勘違いをして反対方向に進んでいきます。そしてこの先にはお土産屋さんが並んでいて、気づけば最初に到着した場所に戻ってしまいました。お土産屋さんを抜けると、ここに戻ってきました。ここでようやく自分が逆走していたことに気づいて、急いで本当の入り口に戻りましたが、この時点でなんとタクシーで到着してから30分近くさまよっていたことになります。昔から自分でもびっくりするような方向音痴で、今回の旅行でも何度も迷子になっています。大変お待たせいたしました。それでは中に入っていきましょう。現在16時。絶景への道は急な階段や坂道が続くので、スニーカーなどヒールのない履物をおすすめします。
現在17時20分。本当は帰りの海辺列車も予約していたんですが、少し疲れたのと、明日はスカイカプセルに乗る予定なので、タクシーでヘウンデまで戻っています。途中で少し渋滞に巻き込まれて、ヘウンデビーチまでタクシー料金は13,000ウォンでした。現在17時50分。ヘウンデビーチにやってきました。お昼とはまた違う夜のビーチもとっても綺麗です。11月の寒い夜でも裸足で砂浜を歩いたりジョギングをする人が多くいました。現在18時30分。続いてはオリーブヤングで大人気のベーグルチップス。こちらの専門店ができたということで早速行ってきました。お店の名前はディライトプロジェクトヘウンデ店。こちらは韓国コスメが好きな方には馴染みのあるオリーブヤングのプライベートブランドです。こちらのディライトプロジェクトでは人気のベーグルチップスをはじめヘルシーで美味しいおやつがたくさん揃っています。店内は清潔感もあっておしゃれなパッケージがずらりと並んでいるので見ているだけでも楽しいです。どれも美味しそうで何を購入するか迷いましたが、購入品の紹介はまた後ほどお見せしますね。現在19時15分。今日の晩ご飯はヘウンデチョントンシジャンでいただこうと思います。美味しそうなお店がたくさん並んでいますが、今日の晩ご飯はこちらのお店でいただきます。私がオーダーしたのはこちらです。まずはなかなかつかみきれないこの大きなイカの天ぷらをいただきます。弾力があってなかなか噛み応えがあります。
私は何もつけずに食べましたが、そのままでも十分イカの風味を感じられて美味しかったです。ちなみにオーダー方法は、店頭に並んでいる商品を選んで先にお会計を済ませます。そして温め直した揚げ物を持って店内に案内をされます。また私のように店内で食べている人も多いですが、テイクアウトで購入されている方もたくさんいました。続いては待望のおでんの登場です。まずはこちらのお餅からいただきます。見た目は完全にお餅なんですが、私ははんぺんだと思って注文しました。ですがこの間違いがとってもラッキーでした。というのも、このお餅すっごく美味しいんです。しっかりお出汁が染み込んでいて、今日食べた中で一番かもしれません。続いてはこちらのおでんをいただきます。韓国屋台の定番といえばやっぱりこれですよね。魚のすり身で作った練り物のおでんは、お出汁もしっかり染み込んでいて、もちもちとした食感で安定の美味しさです。ちなみに昨日の夕食は釜山名物のデジクッパをいただきました。こちらの釜山1日目の動画もご覧いただけると嬉しいです。概要欄にリンクを貼っておきます。ちなみに店内の雰囲気はこんな感じです。具沢山のキンパもおすすめです。どれを食べても満足度の高い味わいでした。続いてはこちらのお店にやってきました。蜂蜜が入ったマッコリや蜂の巣が乗ったソフトクリームが有名なお店です。すっごく寒かったのでソフトクリームを食べるか悩んだんですが、この蜂の巣を見るとやっぱり食べたくなりますよね。値段は6000ウォンです。気合と根性で食べたいと思います。見ているだけで美味しさが伝わるこのビジュアル、濃厚なのにすっきりとした味わいで最後まで美味しくいただけました。気合と根性で食べきりましたが、想像以上の寒さで震えが止まりませんでした。本日の購入品はこちらになります。明日の予定はヘウンデブルーラインパークのスカイカプセルに乗って海の上をお散歩します。次回もご覧いただけるととっても嬉しいです。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、そしてコメントもお待ちしております。
それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。